この自転車のルール、正直守れますか？今、日本では道路交通法の改正によって自転車のルールが大きく変わろうとしています。違反すると反則金。車は自転車を簡単に追い越せない。さらに手信号を出さないといけない一方で、両手で運転する必要もある。一見すると安全のためのルールですが、現場では逆に危険なのではという声も多く上がっています。なぜ今このような制度になったのか、そして実際の道路では何が起きているのか、今回は今話題の自転車ルール改正について分かりやすく解説していきます。2026年に入り、日本では道路交通法の改正によって自転車のルールをめぐる議論が大きく広がっています。今回の改正では自転車の違反に対する新たな反則金制度、いわゆる青切符の導入が予定されており、これまでとは大きくルールが変わろうとしています。その影響もあり、今 SNS やニュースでは取り締まりが厳しくなりすぎではないか、逆に危険になっているのではないか、といった声が多く上がっています。今回は自転車に関する制度の変更ポイントとその背景、そして実際に現場で起きている問題についてできるだけわかりやすく解説していきます。まず最初に押さえておきたいのが、今回話題になっている反則金制度、いわゆる青切符です。これまで自転車の違反は軽いものでも刑事罰、いわゆる赤切符の対象になる仕組みでした。ただ実際には全てが厳しく取り締まられていたわけではなく、多くの場合は注意で終わるケースもありました。そこで現在、軽微な違反については反則金で処理できる制度、いわゆる青切符の導入が予定されています。例えば、信号無視や一時停止無視、逆走、ながら、スマホ運転などが対象になるとされています。反則金の金額については、正式な確定額ではありませんが、数千円から1万円前後になると見込まれています。スマートフォンを操作しながらの運転など、危険性の高い行為については、もう少し高くなる可能性もあります。つまり、今後は軽い違反でも注意だけでは済まない社会に変わっていく可能性があります。そして、今回の議論の中で、特に注目されているのが、車と自転車の関係です。車が自転車を追い越す際には、十分な間隔を取ることが求められています。そして、その間隔が確保できない場合には、無理に追い越さず、減速する必要があります。ここで問題になるのが、日本の道路環境です。法律は、自転車が車道を安全に走行し、車が適切な距離をとって追い越せることを前提にしています。しかし、現実の道路は必ずしもその前提を満たしているとは言えません。特に地方では道幅が狭く、路肩もほとんどない場所が多く、自転車専用レーンも十分に整備されていません。その結果、法律と現実の間に大きなギャップが生まれています。ここでもう一つ話題になっているポイントがあります。それが手信号です。自転車が右折や左折をする際には、自分の進行方向を手で示す、いわゆる手信号を行うことがルールとして定められています。しかし一方で、安全に運転するためには、ハンドルをしっかり操作する必要があります。そのため、手信号を出すために、片手運転になると、かえって危険ではないかという声も上がっています。法律上は手信号が求められている一方で、安全運転も同時に求められるため、現実の道路状況によっては判断が難しい場面があるというのが実際のところです。では、現場ではどのようなことが起きているのでしょうか。まず、車側の立場です。自転車と十分な距離を取ろうとすると、対向車線にはみ出さなければならない場面があります。しかしそれは対向車との衝突リスクを伴います。逆に距離を取らずに追い越せば違反とみなされる可能性もあります。つまり、どちらを選んでもリスクがあるという状況が生まれています。次に、自転車側です。自転車は原則として車道を走ることになっていますが、実際には車との距離が近く、恐怖を感じる場面も少なくありません。条件によっては歩道を走ることも認められていますが、すべての場所で自由に走れるわけではありません。そのため、ルールを守ろうとすると、逆に危険を感じるという声も出てきています。そして今、特に話題になっているのが追い越せない問題です。
車が自転車を安全に追い越せない場合、後ろを走り続けるしかなくなります。その結果、後続車が連なり、いわゆるプチ渋滞のような状態が発生するケースも報告されています。特に道幅の狭い地域では、この問題が起きやすいと考えられます。では、なぜこのような制度設計になったのでしょうか。背景には自転車事故の増加があります。歩行者との接触事故や、ながら運転による事故などが問題となり、安全対策の必要性が高まっていました。そのため、まずはルールを明確化し、違反に対して一定のペナルティを設ける方向で制度が進められました。ただし、道路の整備には時間とコストがかかります。その結果、ルールが先に整備され、インフラが後から追いつくという形になっています。本来であれば、自転車専用レーンの整備など、安全な環境を整えた上で、ルールを厳しくするのが理想です。しかし現実には、その順番が逆になっていることが、今回の議論の大きなポイントになっています。では今後、この問題はどうなっていくのでしょうか。短期的には、現場での運用による調整が行われる可能性があります。例えば、すべてのケースを厳格に取り締まるのではなく、危険性の高い違反を中心に対応する、といった運用になることも考えられます。中期的には渋滞やトラブル、事故の状況などがデータとして蓄積され、制度の見直しやガイドラインの明確化が検討される可能性があります。そして長期的には自転車レーンの整備や道路の再設計などインフラ面での改善が進んでいくことが期待されます。ただし、こうした整備には時間がかかるため、すぐに解決する問題ではありません。今回の制度は安全性を高めるという目的自体は理解できますが、現場とのズレが課題として指摘されています。そして今、その影響を最も受けているのは、実際に道路を利用している私たち一人一人です。ルールと現実のバランスをどう取るのか、安全と利便性をどう両立させるのか、これからの議論がとても重要になってくるでしょう。ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございます。この動画がわかりやすかった、参考になったと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。今後もこのようなニュースや社会の動きをわかりやすく解説していきます。そしてこの動画を見てあなたはどう思いましたか？今回の制度について賛成なのか、それとも問題があると感じたのか、ぜひあなたの感想や意見をコメント欄で教えてください。皆さんの声も含めてより深く考えていければと思っています。それでは次の動画でお会いしましょう。